皆さんは世界最大の都市はどこだと思いますか？ニューヨーク、上海、ロンドン、それとも東京。近年ソーシャルメディアで最も話題を集めている世界最大の近未来都市は、豊かな歴史と文化、美食、そして革新的なテクノロジーを備え、険しい山腹と谷間に築かれたその都市は、まるでサイバーパンクのゲームの世界に迷い込んだかのような立体的な 3D 都市を作り出す。そんな唯一無二の都市に人々は魅了され、毎年50万人以上の人口が増加し、都市は驚異的なスピードで拡大を続けている。しかし、そんな地球上で最も急速に成長したこの近代都市に置き去りにされた根深い闇の現実。 In Chongqing, I hear about anti-Japanese. Is that true or not? Yeah, it's true. That's his place. Yeah. すごいコンディションです。今回は世界最大の都市と呼ばれるこの未来型都市に隠された光と闇の実態に迫ります。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。中国南西部、地球上で最も成長の早い都市として経済成長し、中国の大都市、上海、北京、深セン、広州と並ぶ経済都市、そして世界で最も人口が多い都市として知られる重慶に来ております。見てください。ここはですね、普通に高層ビルの真ん中を地上を歩いてきたなと思ってたんですけど、なんとビルの22階だそうです。びっくりですよね。長江と下遼江が交わるね、険しい山腹に建てられた高低差のある3次元の世界を創作するのに1年あっても足りないと言われるほど複雑な都市だそうです。そんなね、ゲームの世界と呼ばれる近年ソーシャルメディアで最も話題な中国の未来型都市なんですけど、ネットで重慶って調べてみると出てくるのが、反日デモ、日本軍爆撃など中国の中でも最も反日な地域の一つという記事も多く、2004年にね、中国で開催されたサッカーのアジア杯では、日本人ファンが重慶会場で暴徒を犯した中国人に取り込まれる事件があったり、それ以外にもね、反日デモで数千人の人々が日本製品ボイコットなどと叫びながら日本の国旗を燃やしたりって事件もあったり、現在もね、反日感情が根付いている地域の一つとのことみたいで、今回はいろんな顔を持つ未来型都市重慶の実態を見てみたいなと思います。重慶は中国の中でも屈指の古い都で2340年の歴史を有し、その起源は中国の戦国時代に遡る。この地には破国の都が置かれ、長きにわたって独自の文化と革新的な発展を遂げてきた。しかし記事によると、1937年に日中戦争が勃発し、首都南京に日本軍が迫る中、蒋介石率いる中国国民党政府は重慶を臨時首都、いわゆる戦時首都と位置づけ、重慶は抗日戦争の拠点となった。これにより重慶は旧日本軍による激しい空爆の標的となり、約5年間にかけて続いた重慶爆撃では11,500発以上の爆弾が投下され、数多くの市民が命を落としたと記録に残されている。この悲劇的な記憶は今も重慶市民の心に刻まれており、反日感情の一因となっていると言われているそうです。Hi, nice to meet you. Thank you so much for today's. What's your name? My name is Yuki. Yuki, nice Yeah. to meet you. Nice to meet you too, Shota. So you from here? Yeah, I'm a local Chongqing people. Nice. So you're gonna show me around Chongqing today. Yes. Thank you very much. Welcome to Chongqing. Thank you. なんと僕がさっきいた広場の下が病院ということで、見た感じ普通にお寺かなと思ってたんですけど、これが病院だそうです。So actually, where were you? Yes, actually we just were in here. We were there. Yeah. Oh my Now we god. take an elevator and we go to the real first floor. This is the real first floor. Yeah, You yeah. get confused, no? Like Yeah. where we are, right? Yes, it's very confusing. You can't tell which floor you are in. 世界最大の都市にもかかわらず、重慶はですね、物価が安いってことも魅力だそうで、今回ね、1万円で一体何ができるのかもね、やってみたいなと思います。重慶で有名なのが、まるで空中を飛ぶかのように走るモノレール。
世界最長の営業距離を誇るこのモノレールの建設には日中交流にまつわる秘話が隠されているらしく、地形が険しく慢性的な渋滞が問題となっていた重慶では、新たな交通手段を模索する中で1989年に当時の重慶市長が日本の北九州市を訪れ、そこでモノレールに乗車した際にその利便性に感銘を受けたことをきっかけに日本の企業からの技術支援を受け、2005年に中国初となる小座型モノレールの運行が開始されたそうです。皆さん今ね、どんな感じでカメラ撮ってるのかというと、見てください、こんな感じで1,2,3,4 5台のカメラがもうみんな取り合いです。すごいですね、これ勢いが。いや、ほんまにビルの中に突入していく感じやん。そう、皆さん見てください、ここがですね、モノレール降りてきた場所なんですけど、あそこがですね、マンションの中に電車が入るということで有名なんですけど、見てください、この人の量、ものすごい観光客でございます。皆さん、マンションの中に入る電車が見たいがだけに、これだけの人が集まっております。まあ僕もその一人なんですけど。はい、ということで皆さん、ここがですね、オールドシティということで、So what's the history here? Yeah, this place once it is used as a port to export some porcelains to other countries. So okay. it gets its name 瓷器口。磁器港は加領港に面し、民進時代から交易で栄えた港町で、現在では当時の雰囲気を残す街並みが魅力的な観光スポットとなり、多くの人々で賑わっているそうです。You told me Chongqing is a food paradise. Yeah, along this street there are so many snacks you can try. Oh yeah? Yeah. Sounds awesome. Let's try that. Let's try. 手工作家进来写啊！これがチョンキンのフレーバーのスパイスです。もう肉で匂いとスパイスの匂いがこの通りにおってもごっついです。来，里面找里面放，来了来了来了，弄一个。スパイシーのたくあんのめちゃめちゃ辛い版みたいな感じです。Most food in here are always made by hand. Yes, handmade food. Yes. でこれはですね、ドライポークみたいです。お、ドライポークなかなかうまい。看一下，我先买。めちゃめちゃ試食にしてくれる。でこれはドライの柿なんかな。おー、ドライ柿めっちゃうまい。またまたなんかこの白いやつもうたんですけど、これ雷せんべいみたいな味でめちゃくちゃ美味しいです。ほんまここ来たらお金持ってこんでも試食どんどんくれるんで、お金なしでもやり過ごせそうな感じです。いや、何でもある感じですね。耳かきも30円でやってくれたり、ですね、いろんなアトラクションが結構あるなって感じ。一日中多分歩いてても面白いなっていうぐらいの場所ですね。いや、一日は言い過ぎか、半日ぐらいか。さて皆さん見てください。これがチョンチンヌードルということで、Is that famous Chongqing noodles? Yes, it's quite famous, and all the Chongqing locals will eat it as breakfast. Breakfast? Yes, yes. はい、ということでいただきたいなと思うんですけど、僕残念ながらちょっとお腹壊してまして、あんまり大きいサイズ食べれないということで、ちょっとちっちゃいのでいきたいなと思います。さて、お味はどうでしょうか。上にですね、肉のミンチが乗ってて、なんかチェックピーってわかりますかね。ひよこ豆とかも入ってる感じですね。うわ、麺はすごいもちもちで、うわ、いろんなスパイスが混ざってる感じで、後からすごい辛さがくるって感じです。You don't need to care about the smell after eating or no? No problem. Okay. And we will always eat the garlic, the pepper. It's a must in Chongqing. Okay.
So you must enjoy rather than smell. Yes. Yeah. That's good. そういうこと皆さん中国来た時はもうガーリック気にせずにもうガツガツいっちゃってくださいとのことみたいです。はい。So in Chongqing, I heard about like anti-Japanese. It's going on. Is that true or not? Yeah, it's true because some older generations they care about that. Oh, the Because- older generations. Yeah, Okay. Because in the past time, the older generation had suffered a lot from the war. Yeah, yeah. So maybe they have a discrimination about Okay. the Japanese now. Right. But as for the younger generation, they do not care about that. Oh, Yes. okay. But in Chongqing, if you go to some museums where it is built to memorize some heroes in war, so this place they are not allowed Japanese to get into that. Oh, you can't go inside. Yes. Okay, that's for the respect. Yes, to show their respect. But what about like if I live here, what Yeah. happen? Like like maybe neighbor is going to know I'm from Japan. Is that no problem or what's up? It's no problem. If you just live there, and it's no problem. Okay. Yeah. What about some older generations? They care about that. Maybe they will They care care. about that. Oh. Okay, especially like older generation have those kind of things. Yes. Yes. But I think one city in China, the people there have a discrimination about Japanese. That Okay. is Nanjing. Nanjing, yeah, I Because hear in that. our history, Nanjing has suffered a lot from the anti-Japanese war, and many people died. Many people died. So maybe Nanjing people they will have discrimination about the Japanese. Even younger generation. Maybe. Oh yeah. Maybe. Oh wow. 今回の宿はですね、中心地にあるホテルの21階で安くなってて1泊6300円とロケーション、質と値段かなりいいなって感じです。そしてね、大都市にもかかわらず他の大都市より比較的に安いと言われている住居の平均家賃はですね、市内中心部のワンベッドルームで約37,449円、市内中心街のワンベッドルームで約25,153円、生活費に関しても一人暮らしの月額生活費の中央値は約67,000円とのことみたいです。食べ物やね、家賃、生活費に関してはかなり重慶は住みやすそうな感じですね。Yeah, it's much cheaper than Shanghai and Guangzhou and Beijing, etc. So where is the most expensive place to live in Chongqing? The most expensive, maybe some center part like the Jiefangmei, and maybe some houses on the side of the river. Oh, across Yeah. the river. Because if you live there, you can appreciate some beautiful sceneries Oh, about the river. So the house is much more expensive. 過去10年で著しく都市発展を遂げている重慶には多くの高層ビルが立ち並び、近未来的な街並みを形成する中で、最近ではスマートシティ化などの取り組みも進められ、さらなる近代的な都市へと進化し続けているそうです。はい、ということで皆さん見てください。今ですね、ビルの上にやってきたんですけど、見てください、この下。めっちゃ高いですよ。なんと今、ビルの47階だそうです。歩くバリ怖いな。怖っ。いや、ここ近年でのこれだけの発展、逆にどれだけ発展したのかっていう発展する前の重慶も見てみたいですよね。はい、ここはですね、世界で一番長いエスカレーターということで、チョンチンに入ってからエレベーターとかもねあってするんですけど、お金払わなあかんってこともね結構あります。ここも2チャイニーズ円を払わないと乗れないとか。 Let's go. Yes. 世界一長いエレベーターじゃなくてエスカレーター、どれぐらいですか？ Quick fast, eh? Very fast. And 18 meters. 180 meters. Wow. 長いです、皆さん。So, And it's about 2 minutes 28. and yeah, Yes, that's 28 good. seconds. It's really long. Long, yeah.
さて重慶といえばですね、油と唐辛子を使った料理が一番有名ということで、火鍋発祥のね地という説もあるみたいで、今からですねお腹の方はどうなるか分かりませんが、ちょっとね行ってみたいなと思います。 You must try, no, when you come to the Chongqing. Yeah, you must try it in Yeah. Chongqing. やってきたのがですね、地元民からも人気が高い本場の火鍋レストランってことで、ここはですね、かつて地下防空壕を活用して作られた場所で、なんとその広さは5000平方メートルにも及ぶ大規模な地下レストラン。地上だけじゃなく地下にもこんな巨大なグルメスポットが広がってるなんて、まさにゲームの世界にいるような感覚。見てください、この唐辛子の量やばいですよ。 And half of this pot is for spicy. Okay. And half of this soup is not spicy. Okay, me, I'm going to eat this one, baby. Yes. But I want to try that one too. Yeah, you can have a try. And then this is the Chinese beer, right? Yeah, Chinese beer. Let's cheers. Cheers. Welcome to Chongqing. ということでいただきたいなと思います。すごいなんか味薄いな。これが、チョンチンスタイルということで、ガーリックとあと味噌みたいなのが入ってる。味噌なんかならちょっとわからないです。で、ネギとあとコリアンダーが大量に入ってる。で来ました皆さん。これは一体何ですの？ So first, what is this one? Very strange. Big brain. 豚の脳みそみたいです。いっちゃいます。 Yeah. Just put beer. そういう感じでやるんや、豚のYeah. もう匂いがですねあまりにも辛すぎて、こっち近く寄るだけでもう鼻くしゃみ出るっていうね。で、ちなみにこっちのソースはトマトソースっぽい感じですね。ちょっと僕まず一番食べてみたかっためっちゃ安全牌豚バラからいただきたいなと思います。いただきます。うわでもごま油とこの豚のコラボレーション最高です。でもこのねコリアンダーもし嫌いな人おったらこれきついんちゃうかなって感じ。 It's okay to eat the pig's brain. You can have a try. いただきます。豚の脳みそ。Oh, it's very creamy. Yes. It's creamy, right? 脳みそやからっていうカニ味噌みたいななんかちょっと匂いみたいなのも全然ないし、すごいクリーミーで柔らかくて口の中でとろけるっていう感じの美味しさです。想像してたより全然いける。Generally, how much does it cost if you go eat out? When you eat out for the restaurant, maybe it will cost you about 200 RMB for 2 people. For 2 people? Yeah, it's very That's very cheap, cheap, right? no? Yeah, it's very cheap. やっぱり味自体はですね、かなり強いなって感じです。この辛い方の方もですね、唐辛子にスパイスがめっちゃ入ってて、プラスこのね、ごま油とニンニクとコリアンダーとネギなんで、相当口の中で大暴れする感じです。まあでも美味しいです。おお、ロボット来た。ロボットのウェイターですよ。めっちゃ追いかけてくるやん。はい、ごちそうさんでございます。あれだけ食べて飲んでなんと230チャイニーズイエンということでめっちゃ安いな飯。見てください、この夜景。これこそが重慶一番の魅力だそうで、長江沿いの商業施設が一斉にライトアップされてて、ほんま映画の世界に入り込んだかのような光景やな。はい、ということで重慶といえば夜景ということでやってきたんですけど、この人混みほんまにやばいわ。これだけの人混み見に来る価値あるでしょうか。あると思います。皆さんぜひ来てください。
昨日はですね、ゲームの世界と呼ばれる重慶の表の部分を紹介したんですけど、今日はですね、世界一早い成長を成し遂げた重慶に取り残された世界があるとのことで、その実態を見てみたいなと思います。水運の要所として最も栄えていた重慶は、日中戦争中に南京市や武漢市などの沿岸部から主要工場が移され、内陸部工業化の中心地として発展した。さらに西部大開発や一帯一路の国家的な戦略推進の後押しもあり、自動車や電子産業、新エネルギー産業が急成長し、今では中国第4位の経済都市にまで飛躍を遂げた。しかし、急速な成長の裏では格差が拡大し、高学歴や特別なコネを持っている人だけが近代的な都市部に住める一方、移住者や低所得者はインフラの整っていないエリアで暮らしているとのことみたいです。さて、ここがですね、重慶の中でスラムエリアと呼ばれるですね、低所得者の人たちとか、あと出稼ぎ労働者の人たちが集まるエリアだそうです。見てください、この人混み。ものすごい人ですね。活気も昨日と比べても全然違うし、人のフレンドリーさっていうか、人の当たりも昨日とは全然違う感じですごい勢いがある感じ。So because they are the slums in the city, so the clothes and the food in here is much cheaper than other places. Oh, wow. Yeah, for example, these pants just cost away 35 yuan. 35? Yeah. Wow. And these shirts just 50 yuan. It's very cheap. Yes. Super cheap, Yes. さて、いきなりですね、朝ごはんということでスティームブレッドいただきたいなと思います。これがチョンチンではヌードルかこのねスティームブレッド食べるっていうのが主流だそうです。お、肉まんの生地にすごい黒砂糖みたいな甘い感じ。It tastes good and it's very cheap. It just costs 2 yuan. 2 円? Yeah. うわ、very cheap. Yeah. さて、スラムの中はですね、迷宮みたいな感じになってるんですけど、カジノをしてるね男性が多かったりで、これ多分建物の奥の方に若い女性がポツンと客引きみたいな感じでいろんなところに立ってるんですよね。これは多分売春とかじゃないですかね。わあ、こんな世界が重慶にもあるなんて想像してなかったですけど、いや全く昨日行った重慶とは違う世界です。昨日も道端にねフルーツ売りに来ている人や、ストリートでねなんか売ってる人とかも街中でかなり見たんですけど、彼らがですねこっちでは農民工と呼ばれてる人たちみたいで、地方から仕事ないっていうことでこの町までやってきて、職を問わずですね重労働な仕事を待っているとのことみたいです。中国政府は西部大開発の中心として重慶を重視し、都市と農村の一体化や経済発展を支援しているみたいなんですが、地元の人の話によると、重慶の都市人口の半分以上は農村から来た出稼ぎ労働者で、彼らは正式な戸籍を持たないため、教育や医療、住宅といった都市の基本的なサービスを十分に受けられず、貧富の格差がさらに深刻になっているそうです。物価家賃安くて食べ物めっちゃ美味しいから最高に住みやすいところやんと思ってたけど、地元の人と観光客の人の目線は違うとのことみたいで、地元の人を悩ませているのが就職と賃金安問題。若者から年配にかけて年齢関係なく仕事を見つけるのに相当苦戦しているとのことみたいです。そして2023年の情報によると、重慶市の最低賃金は月額2100人民元、最低時給21人民元だそうです。I think it is very hard to get a job in Chongqing because now many companies they are bankrupt, so Okay. many people are fired. Yeah. Alright. Okay, and how much they get paid per average? Maybe I think the average salary in Chongqing maybe under 4,000 per month. 4,000. Yeah, under that. Under that. Yes. Do you think so many people make less money than 4,000? Like Yes, a 2,000, lot of 1,000? people. Yeah, a lot of people. Alright. Yes. Wow, that sounds really hard life, right? Yeah, so life is hard. で、すみません、だってこれはですね、鴨の下だそうです。鴨のベロとかも置いてます。すごいな。何があるのか全然わからないです。見てください。鶏とアヒルも多いんですけど、ここには
鳩もおります。鳩も食べるそうです。土壌もおるし、ここにはカエルもおる。やば。カエルもおるし、土壌もおるという。土壌に、これはなんかヘビみたいな、ウニみたいなやつがね、横でみんなこうやってね、さばいてらっしゃいます。すごい世界やな。So I have seen street vendor who are old people, right? Yes, many are older people. What about the younger generation? Because you know, I hear younger generation also quite difficult to get the jobs. What they do? Yes, most of they can't find a proper job. Yeah. So maybe they just stay at home. Oh, okay. Yeah, and their parents support them. In China, even after some younger people, they find the jobs or they get married, but they still live together with their parents. Even some people, maybe they have their own children and they still live with their parents. Oh, Yes. okay. So that's why street vendor old peoples. Yes, yes. Oh, makes sense. まあストリートに出てきてるおっちゃんやおばちゃんはですね、子供に少しでもいい教育就職をさせてあげたいとのことで、毎朝ねストリートに出てきてるとのことみたいです。就職もですね、なんぼ学歴やスキルがあったとしても数が多すぎて、同じような人が5万とおるから、コネとかですね、家計が良くないと普通に就職できないとね、地元の人が嘆いてました。今回僕初めて知ったんですけど、中国ではですね、家計や出身によって子供の世代の教育、就職、いろんなことに結びつくとのことで、中国では出身や家計によっての差別の文化が今も残っているとのことみたいです。In China, we have the compulsory school. It is Okay. from the primary school to the middle school. Yeah. And are there any difference in compulsory education systems? Yes, the compulsory school have different levels. For Okay. example, they have the best school and maybe have just the normal school. Okay. And the parents want their kids to get the best education. So Okay. they have to spend a lot of money to buy a house near the best school. Okay, so depend where you live. Yes, that depends where you live. If you live near the best school, then your kids can go into the best school to get education. So even kindergarten has a different levels. Yes, of course. Yes. Wow. So that's why people want to live like rich areas, good education place, right? Yes. That not only means they just live in a good house, but also means their generation can get better education. さて今からですね、地元の人がどんな感じの生活してるのかっていうのをね、実際に見せてくれるとのことで見に行ってみたいなと思います。So how much is the average for rent here? Yes, we can see some ads here. Yeah. It said that if you want to rent a house Yeah. with one room, it costs only 350 RMB. That's super cheaper Yeah, than it's so other cheap. place. Okay, thank you so much. Yeah. How are you? So he lives alone here? Yes, he lives alone. Okay. 現在70歳の彼は一人で家賃約1万4000円の部屋で暮らし、今も働きながら生活費を稼いでいるそうです。So how much does he get paid per month? 从没活路干，你年龄超大了，你完全是有活路就干噻，没活路就耍噻。干临时工啊，2000块钱，我房租买得到你的。我年龄超大了噻，年龄小还可以，在外头多找点钱。Is that difficult to find a job in Chongqing? 这同噻，这现在就找。年龄大了嘛，就不能上一般干私人活路啊，这些噻。彼も仕事を求めて農村から都市へ移住してきた人の一人で、戸籍の影響で年金などの政府からの支援を受けることができないため、働かざるを得ない状況だそうです。So where is he from originally? 四川的。四川的哈。So why does he come here? 这是个介绍朋友给介绍的嘛，主要是介绍哪个人工作就哪个人工作噻，没得这些人的你哪个人去找到了嘛？举个例子，那么你是四川，那么你在广州没得人介绍你在广州去你省城去，你没得省城的噻。So that's why he come. Yeah, that's why he come to More here. opportunity here. Yes, yes. Right.
訪問したねおじいちゃんは奥さんね亡くしたっていうことで今一人で暮らしてるとのことみたいですごいですね。なんか話してると僕のおじいちゃんを思い出さすような感じなんですよね。なんかおじいちゃんと接してるような感じで、そんなおじいちゃんが一人で苦しくこんな環境で暮らしてるのかと思うと、なんかちょっと悲しい寂しい気持ちになりますね。都市開発の一環として中国政府は農村から移住者向けに2010年から4000万平方メートル以上の公営住宅を建設し、月収や収入に応じて安い家賃で入居できる仕組みを整えたそうです。はい、ということで今やってきたのがですね、ここが公営住宅エリアということで、街中からですね約30分40分かけて着く結構離れた場所にあるところですね。 This is a public houses area, so how much does it cost for the land? For the rent, it's about one house with one room will cost you maybe about 500 yuan. Okay. And one house with two rooms will cost about 600 yuan. Okay. But it's much cheaper than the usual houses we rent. Right. 今回ね取材したおじいちゃんたちはなんでねこの公営住宅の方が設備もいいし、あと安いのに、住まないのかって聞いてみたところですね、おじいちゃんたちは日雇い労働ということで毎朝町まで出て、今日仕事ありますか、で仕事あったら仕事雇ってもうて、で仕事なかったらもう今日は休みですっていうことみたいで、パートタイムの仕事なんで、こういう公営住宅に住んでしまうと毎日朝1時間かけて町まで行って仕事あるかもないかもわからないのにっていう環境なんで、街中に住んだ方がすごい便利がいいということで、街中に住んでるみたいです。 Okay, is that enough public houses for all Chinese people? Because Maybe no, because No, like Hong Kong. there are still people waiting to apply for the public houses. Yeah. Okay. 正直パブリックハウスめちゃくちゃいいですよ。こんな感じでねストリートに売ってらっしゃる人もいます。この人たちもこのねパブリックハウスに住んではるとのことみたいで、野菜もある、ストリートフードもある、レストランもある、服もある、あと学校もある、病院も歯医者もある、なんか全てこのねコミュニティだけで賄えるような感じなんですよね。ただ一点だけ難点が町から遠いっていうだけですね。ここ20年間にわたる重慶の近代化の裏には、低所得者の住民、特に古い地区に住む家族への強制立ち退きが多く行われたらしく、中でも開発に強く抵抗する住民は頑固な釘と呼ばれ、立ち退きを迫る業者が無理やり水道や電気を止めるケースがあったりと、住民の権利保護や補助金をめぐって政府とのトラブルが問題になっていたそうです。はい、ということで皆さん、ここがですね現在も立ち退きを拒否している住民さんが住んでらっしゃる家とのことみたいですね。ここはですね普通に道になってほとんどの家の人がですね立ち退きしてるんですけど、あそこの家だけ立ち退き拒否頑固な釘っていうことで、どんだけ頑固やねんっていうくらいここにですねこびりついております。見てください皆さん、こんな感じで道の真ん中に盛り上がった山みたいな感じになってるんですけど、見た感じですね人が住んではりますね。鶏に餌やってるって感じです。でも家はですね結構窓とか割れてもう廃墟化してるような感じなんですけど、その家の前にはですね自給自足してるような田んぼとか野菜とかも育ててる感じなんで、電気とか水とかねカットされても多分自給自足で生活できてるんじゃないかなっていう印象ですね。What she told you? Yeah, she said that 3 years ago, the government and ask the owner, the government will give them 3 houses plus 200 million. Okay. But the owner didn't agree, so they still live there. And on the Spring Festival of 2025, the government asked again. This time, the government provide 2 houses plus 200 million yuan for them. But they still didn't agree that. Yeah. And the owner also said
they hope that the government can provide a job for their daughter. Their daughters Yeah, to get a job. Okay. but it's very difficult, so they still live there. Wow. いや絶対ここに住んでる人は間違いなく世界一頑固な人で間違いないでしょう。最低賃金2100人民元とあるんですけど、地元の人曰く中国では最低賃金より下の賃金があるとのことみたいで、それ最低賃金の意味ないやんと思いますけど、平均収入と最低賃金の所得格差もやばいけど、重慶以外にもですね、現在中国では富裕層と貧困層の格差がもう凄まじいと地元の人は言ってました。そんな職探しと賃金安、格差の問題でね、香港とか海外に逃げる人も5万といるみたいで、今香港に中国人が溢れてる理由、アメリカの国境でね中国人が溢れてる理由がここにあるのかと痛感しております。今回ね重慶に来て感じたのが、想像してた以上の競争社会。僕のね想像してた中国の社会主義的な感情はほんまぶち壊されて、これだけの人の数の中で自分が目立つっていうより生き残っていかないといけない超競争社会は今まで見たね世界の中でもほんまに凄まじいものでもあるし、何でもねがっついていかないと生き残れない世界なんじゃないかなとも感じた。地元の人曰くね、北京や上海ではもっと凄まじい超競争社会との話、そしてこの競争力と経済発展は比例してるようにも感じるし、果たして国の経済力が高いっていうのは本当に国民一人一人が幸せに暮らせているのかとも感じる。中国ではこの凄まじい競争社会に生きることをハムスターウィールでの生活と表現するみたいで、それってどういうことなんやろうと考えてたんですけど、競争社会は終わりなく永遠に地球に存在し続けるものなのか、走った先に自分に残るものは何なのか、いやそれとも競争社会は地球のシステムなのか、いやなんか何言ってるのか全くわからなくなってしまったんですけど、そんなことを考えさせられた滞在になりました。ということで皆さん動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。中国重慶からでございます。アディオス。